エクレアの意味はフランス語で稲妻、形が細長く光っている様子が稲妻のようだということで名付けられたと言われている。日本で一番収穫されている果物はみかん。アメリカで一番収穫されている果物はリンゴ。ドラゴンフルーツは日本でも割と知られているフルーツだが、スネークフルーツも存在する。中にはニンニクのような果肉が入っている。大西洋の方が太平洋よりも海水がしょっぱい。猫が水を嫌がるのは本能。猫は水に濡れることで体温が低下しやすくなる。さらに毛が水分を吸収して重くなり動きにくくなる。通常の行動や動きが制限されるため濡れることを避ける本能がある。シュークリームのシューの意味はキャベツ。じゃんけんの掛け声。最初はグーを考案し広めたのは志村けん。法律上10円玉の裏表は決まっていない。ミツバチの中にはメタリックグリーンやメタリックブルーのものが存在する。このミツバチはオーキッドビーと呼ばれている。実はライターはマッチより先に発明されている。マッチよりもライターの方が50年以上も前に発明されている。いつも木の上にいるイメージのコアラだが、意外なことに泳げる。実は納豆は枝豆。納豆は大豆を発酵させた食品で、大豆は枝豆が成長したものなんだ。かき氷のシロップはフレーバーごとの味は同じだが香りは違う。トウモロコシの粒の数は必ず偶数。キュウリは熟すと黄色くなる。映画の金字塔。2001年宇宙の旅に登場する人工意識を持つコンピューター。春はアメリカのテクノロジー企業 IBM の文字を一つずつずらした名称。日本人が平均寿命まで生きた場合20年は寝ている。カメムシは自分の匂いで気絶することがある。板チョコに溝がある理由は食べるときに割りやすくするためではなく作るときに固めやすくするため。飛行機の発明で有名なライト兄弟は実は7人兄弟。ジャムおじさんの正体は妖精。バタコさんも実は妖精。羊羹の名前の由来は羊の肉料理。中国から羊の肉を煮て作った料理が日本に伝わり次第に甘く変化して今の羊羹になったという説がある。ドラえもんがのび太の家に来て最初に食べたものはお餅。ワンピースの作者小田栄一郎の初期のペンネームは月日水。キコンド。自動販売機は古代エジプトにあったコインを入れると水が出てくる販売機。日本で初めてペンネームを使ったのは紫式部だが紫式部の本名はわからない。ちなみに清少納言や泉式部の本名もわかっていない。ポッキーの名前の由来は食べるときにポキポキと音がすることから。ポッキーは1966年にグリコから発売された。いくつものギネス記録に認定されている。結構すごいお菓子だ。ポッキーよりもプリッツの方が歴史は古く1962年に発売されている。プリッツをチョコレートでコーティングするお菓子を商品開発担当者が思いつき、さらに大阪名物の串カツをヒントにして手に持つ部分をコーティングしない今のポッキーが誕生した。ハムスターは1日に10キロ以上走る。日本人で一番多い血液型は A 型だが日本にいる猫の約 80% の血液型も A 型。イカの足は10本と言われているが正確には8本。残りの2本は食腕と言われる手に該当する。歴代うまい棒のフレーバーはなんと60種類以上。うまい棒はもともとママの味うまいうまいバーの改良品なんだ。40年間 CM なしで年間7億本の売り上げを誇るとんでもないお菓子だ。ちなみにパッケージに描かれているドラえもんに似たキャラクターの名前はうまえもん。1978年9月13日生まれ天秤座の A 型で東遊中のとある星からやってきた異星人。10年に1歳年を取り趣味はコスプレという設定だ。妹は美少女のうまみちゃん。全く似ていなくて驚きの設定だ。ハエの味を感じる場所は足。アリは寝ない。牛は食事をするときになぜか北か南を向く。日本で一番最初にラーメンを食べた人は徳川光圀。ショパンの心臓は今もポーランドの聖十字架教会に保管されている。ショパンの意志を尊重し妹のルドビカがフランスからアルコールの瓶に収めた心臓をワルシャワへと持ち帰った。ショパンの体はフランスに埋葬されている。夏目漱石の妻は夫の脳を東大医学部に保管した。現在もホルマリン漬けで標本室に保管されている。夏目漱石の脳は常人よりも少し重かった。解剖は夏目漱石の松山中学時代の教え子の真鍋東大医学部教授が行った。ちなみに一般の人々は直接アクセスすることはできない。
ウサギの視界は360度。ウサギの目は顔の横についていて、後ろを向かずに後ろが見える。実は人間の足の裏には約25万もの汗腺がある。1平方センチメートルあたり300個ほどの汗腺があると言われていて、両足で1日に約200ミリリットルの汗を出す。足をきれいに洗うことはとても大事なことなんだ。靴や靴下を履く現代人にとって、この汗の行き先は靴や靴下だ。靴も毎日同じものは履かず、何足かをローテーションで履くことが望ましい。人間には見えない色が存在する。どんな色なのか想像すらできない。赤い緑色、黄色い青色と言われても想像できないはずだ。金色、フォービダンカラーズと言われていて、人間にとっては幻の色なんだ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。